はいどうも皆さんこんにちは。今回は第3次近衛内閣と日米交渉についてお話ししていきます。日本の南部仏印進駐に対する対抗手段としてアメリカが石油を止めたことにより日米関係は危機的な状況を迎えました。アメリカとの戦争は避けたい、そう考えた当時の総理大臣近衛文麿はルーズベルト大統領と日米首脳会談を行い戦争を回避しようという緊急手段を思いつきます。対するルーズベルト大統領もこれに前向きな姿勢を示しており、日米戦争回避のための最後の望みはこの日米首脳会談に託されていったのです。ということでこの動画で近衛文麿がどのようにしてアメリカとの戦争を避けようとしたのかを見ていきましょう。日米首脳会談の提案がアメリカ側に示された頃、ルーズベルト大統領は大西洋上でチャーチル首相と会談をしていました。大西洋会談です。第一次世界大戦の戦後処理は失敗だった。ベルサイユ体制は20年足らずで崩壊し、結果として第二次世界大戦が起きてしまった。そのような反省の上に立ち、第二次世界大戦が終わった後の国際秩序について話し合いを始めていったのです。この会談で決められたことをもとに有名な大西洋憲章が発表されており、ナチスドイツ及びこれと提携する諸政府による軍事支配を破壊するといって枢軸国を非難した上で、領土の不拡大不変更、生態選択の権利と主権自治の返還、通称資源の利用における機会均等、経済的分野での協力、恐怖欠乏からの自由、海洋航行の自由、軍縮及び安全保障体制の建設といった内容が宣言されました。こうしてイギリスとアメリカの目指す国際秩序が明確になり、連合国はこれらの実現を戦争目的として戦っていきます。この大西洋会談が終わり帰国したルーズベルト大統領は日本に向けて2つの文書を送ります。1つ目は直前に決まった大西洋会談の協定に基づくもので、もしも日本がこのまま武力行使を続けるならばアメリカは必要な措置を取るという警告でした。そして2つ目は日米首脳会談に対する回答で、アメリカが従来から主張してきた基本原則に適合するもの以外は考慮されない、日本政府はもっと明瞭な態度を表明してほしいという内容でした。この時の近衛は中国からの撤兵や三国同盟の破棄も仕方ない、当然軍部は反対するだろうが関係ない、首脳会談で決めたことを天皇に認めてもらい、軍部にはその後知らせよう、天皇の承認があれば軍部も従うしかないだろう、そのように考えていました。つまり近衛は軍部抜きで話を進めアメリカに譲歩しようと考えていたのです。こうして近衛はルーズベルト大統領に対して、これまでの経緯にとらわれず日米間の重要問題を話し合いたい、最悪の事態を回避したいと回答し、会談の実現を強く訴えます。その熱意を受けてルーズベルト大統領は首脳会談には賛成である、しかし会談を開催する前に一定の合意が必要だと言って、春4原則、中国撤兵問題、三国同盟問題、通称無差別原則の問題、これら4つについて会談前にある程度決めておきたいと要求しました。こうなると近衛は困ります。中国撤兵問題や三国同盟について事前に合意が必要となれば、軍部と話し合いをする必要が出てくるからです。軍部抜きでアメリカに譲歩しようという近衛の考えは不可能になってしまいました。望みを絶たれた近衛は仕方がないので軍部にこれを報告。政府と軍部で話し合いが持たれ、アメリカが提示した問題についての日本の回答が作られていきます。この頃の陸軍はどのような考えを持っていたのかというと、田中真一率いる参謀本部はできればアメリカとは戦いたくない、しかし石油のことを考えるとできるだけ早く開戦すべきだ、アメリカイギリスと戦うしかないという即時開戦論で、武藤明率いる陸軍省は今すぐ開戦するのは良くない、できるだけ外交によって事態の打開を図るべきだ、日米交渉に望みを託すべきだという外交重視論でした。つまり陸軍省と参謀本部は戦争決意をめぐって対立していたのです。一方海軍はどのような考えを持っていたのかというと、連合艦隊司令長官の山本五十六なんかは、半年や1年ほどは暴れられるが長期戦になったら必ず負ける、外交によって戦争を回避するべきだという外交重視論で、多くはそのような考えを持っていましたが、
石油のことを考えるとできるだけ早く開戦すべきだという即時開戦論も広まっており、海軍の中でも戦争決意をめぐって対立が起きていました。そのような対立の中、まず海軍が作成し、それに陸軍が修正を加えるという形で作られた国策は、即時開戦論と外交重視論の双方の意見を取り入れた案でした。つまりいつでも戦争が行えるように準備を行う、それと並行して戦争を避けるための外交交渉を行うという内容だったのです。しかし外交交渉が続けば続くほど日本の石油は減っていきます。いつまでも交渉を続けるわけにはいかない、期限をつけるべきだ、このような主張により外交交渉には期限が設定されました。しかし交渉に期限をつける方針に不快感を示した人物がいます。昭和天皇です。天皇は即時開戦派は外交交渉成立の見込みを無視しているのではないかと疑っており、南方攻略作戦を5ヶ月で終わらせると説明された際に、日中戦争が始まった時には戦いを1ヶ月で終わらせると言っていた。しかしまだ戦争は終わらないではないかと詰問。慌てた杉山参謀総長が、中国はお口が広くと言い訳を始めると、昭和天皇は激怒して、太平洋は中国より広い、絶対に勝てるのかと畳みかけました。結局近衛が最後まで平和的外交の手段を尽くしますと説明したことにより、この場は収まりましたが、昭和天皇は開戦に慎重な立場を示していたのです。こうして開催された御前会議で、日本の新しい国策である帝国国策遂行要領が決定されます。この国策は、日本は自力でその存在を防衛するためにアメリカ、イギリス、オランダに対する戦争をする決意のもと、10月下旬頃までに戦争準備を整える。それと一緒にアメリカ、イギリスに対する外交交渉を最後までやり抜くように頑張る。10月上旬頃になっても要求が達成できる見込みがなければ、アメリカ、イギリス、オランダに対して戦争を始める決意をするというものでした。このような決定を受けて、昭和天皇はポケットから紙を取り出して、よもの海、皆原からと思うように、など波風の立ち騒ぐらむという歌を読み上げました。この歌は明治天皇が日露戦争開戦の際に読んだ歌で、世界中の人々が皆仲間だと思えるような世の中なのに、どうして争いや混乱が起きるのだろうかという意味の歌です。このような天皇の行動を見て、近衛文麿や武藤明は、陛下のご意思は外交による妥結だと確信して、開戦を止めるための日米交渉に全力で取り組んでいきます。さて、そんな日米交渉でアメリカは、会談前にある程度合意を作っておきたいと主張していたので、日本は回答を作成していきました。以下その内容を見ていきましょう。まず中国撤兵問題についてです。アメリカが求めていたことは、中国にいる日本軍を撤兵させろということでした。しかし日本の譲歩にも限度があります。ということで、一定地域において日本軍及び艦船を所要期間駐屯させる、それ以外は事変解決に伴い撤兵すると回答しました。次に三国同盟問題についてです。アメリカが危惧していたことは、アメリカがドイツと戦争になった場合、日本が三国同盟によって自動的にアメリカを相手に参戦するのではないかということでした。なので日本は、同盟の解釈と実施は日本が自主的にこれを行うものとする。したがってアメリカがドイツに対して参戦しても、日本が自動で参戦するとは限らないと回答しました。最後に通商無差別問題についてです。これには日本も原則的に同意しており、ほとんど問題となりませんでした。ただし日本が資源を獲得できないような状況は困ります。ということで、各国の通商関係に差別を認めないとする方針は世界的に適用されるべきものだ。また隣り合う国々の間にある自然かつ特別で密接な関係を必ずしも否定するものではない。日本は中国で重要な資源の利用と開発を行うが、これは他の国々の経済活動を妨げるものではないと回答しました。このような日本の回答に対してのアメリカの回答は、まず中国撤兵問題については、日本が中国に軍隊を駐屯させることは認められない。仏印や中国から全面的に撤兵しろと迫っています。そして三国同盟問題については、日本の姿勢を評価しながらも、やはり日本の賛成の可能性は消えていない。もっと明確に賛成しないことを表明しろと要求しています。
最後に通商無差別問題については、日本と中国の間の特殊関係は認められないと回答しました。まとめると、条件が曖昧すぎる、条件が曖昧なままでは首脳会談は行わないという内容だったのです。アメリカからの回答を受けて近衛は東條英機と会談を実施。この会談で東條は、アメリカが求めているものは2つある。中国からの撤兵と三国同盟の離脱だ。日本としてはどちらも譲れない。もはや外交で解決することは不可能だと主張します。対して近衛は、中国からの撤兵が最大の焦点だ。とにかくアメリカの求める全面的な撤兵を受け入れよう。その上で何か名目をつけて多少の兵を残すのはどうだろうかと提案します。しかし東條は、それではアメリカを騙すことになる。後に禍根を残すだろうとして全面的な撤兵に頑強に抵抗しました。その後東條は海軍大臣の及川とも会談を実施。東條が勝利の自信はどうかと尋ねると、及川はここだけの話にしてほしいと断った上で、勝利の自信はないと回答しました。海軍のトップがアメリカに勝つ自信がないと明言したのです。これを受けて東條は、開戦については海軍に自信がなければ考え直すべきだと回答。御前会議で決まった戦争決意を見直す必要があるのではないかと考えます。そして次の日に東條は及川に対して、品事変にて数万の精霊を失い、みすみす中国を去るは何とも忍びず、ただし日米戦とならばさらに数万の人員を失うことを思えば、撤兵も考えざるべからざるも決しかねるところなりと話します。つまり東條は、日中戦争で死んでいった人々のことを思うと中国から撤兵することはできない。しかしアメリカと戦争になればさらに多くの人々を失う。それならば中国から撤兵することも考えなければならないのではないかと迷っているところでした。開戦決定の期日が迫る中、総理大臣の近衛、陸軍大臣の東條、海軍大臣の及川、外務大臣の豊田、企画院総裁の鈴木、これら5人によって会議が開かれました。近衛、及川、豊田は、中国から撤兵すべきだ。そうすれば日米交渉はうまくいくと主張しますが、東條は、日米交渉は妥結の見込みがない。アメリカに妥協する意思はないと突っぱねます。及川が、今は外交か戦争かの分かれ道にいる。それは総理が決めるべきだ。もし外交で進み戦争をやめるのならばそれでも良いと意見を述べると、東條は、総理が決心しても統帥部が同意しなければ意味がない。外交に確信があるなら戦争はやめる。だが確信がなければ総理が決断しても同意はできないと発言します。ここで近衛が外交で行う。私はアメリカ相手の戦争には自信がない。自信のある人にやってもらわねばならないと口にすると、東條は、これは意外だ。それは1ヶ月前の戦争決意をした際に話し合うべき問題だと述べるなど、ついに意見は一致しませんでした。こうして近衛が日米交渉で進めたいといえば、東條が日米交渉はダメだというため、両者の話し合いは平行線。近衛は内心で、海軍が対米戦は不可能だと言えばいい。そうすればそれを理由に陸軍を抑えられると思っていましたが、当の海軍はこれまで膨大な軍備拡張費をつぎ込んできた手前、今になって戦争はできないとは言えません。外交か戦争かは首相に任せるの一点張りです。こうして出口を失った第3次近衛内閣は、閣内不一致により総辞職に追い込まれてしまったのです。